こんにちは。今日はついにこの旅のメインでもあるマジックキングダムにやってきました。今回はアフレコを入れつつ旅の様子をお届けいたします。私たちのホテルからは約20分ほどでマジックキングダムに到着しました。東京ディズニーランドと同じで、まずは荷物検査を行っていきます。なぜか私たちは通過することができず、キャストさんの言われるがまま横のテーブルへ移動しました。こちらで荷物の中身を全部出して見てもらったんですけど、特に何も変なもの入れてないのでクリアです。ブルブルして荷物検査も無事クリアしてやっと入園できました。東京ディズニーランドがモデルにしたって有名なマジックキングダムはずっと来てみたかったので、念願かなってここに来れるなんてすっごい嬉しいです。ちなみにチケットは約170ドルで、この時円安が最悪で、もう散財覚悟で遊びに来ております。ここまで来てやっとシンデレラ城が見えてきました。可愛い街並みの間を歩いてるだけでも結構テンション上がります。信じられない。東京のワールドバザールと違って屋根がなかったので、なんか開けた感じで青空がとっても綺麗に映えていました。お土産屋さんとかカフェも気になるんですけど、進んでいきます。どうですか、めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。この広さも相まってお城自体も大きく見えました。はい、グッモーニング。お城の前で写真もたくさん撮ったので、早速アトラクションに向かっていきたいと思います。私たちはディズニーホテルに泊まっていたので、一般のゲストより30分早く遊ぶことができました。あとはジーニープラスっていう昔のファストパス的なものを事前に購入していたので、それをうまく活用して1日遊んでいきたいと思います。一旦ゲートが開くまでこちらで待機しています。こうやって見るとディズニーホテルに泊まっている人かなり多かったです。この時前が全然見えてなかったんですけど、いつの間にかゲート開いたっぽかったので、みんなで進んでいきます。私たちが最初に来たかったのはこちらのアトラクションです。でも着いて早々システム調整のアナウンスが流れて、そんなことあんのっていう感じでした。笑っちゃうんですけど、でもなんかシステム調整はフロリダあるあるっぽかったので、気を取り直して私たちさっさと移動しています。ってことですぐ隣にあったプーさんのアトラクションにやってきました。Qラインにはプーさんのお家があって、目の前のキッズにちょこちょこついていったんですけど、子供サイズでなんかすっごい可愛かったです。このアトラクション待ってる間に遊べるところがたくさんあったので、あっという間に乗り場に到着していました。東京ディズニーランドのプーさんのハニーハントもすっごく大好きなアトラクションなんですけど、フロリダのプーさんはストーリーはほぼ同じなんだけど、ちょっとレトロ感があって可愛かったです。プーさんのショップを出てきたら、なんとさっきのセブンドワーフ復活していました。待ち時間もまあまあ少なくてチャンスだったんですけど、朝からトロンを予約していたのでここは諦めて
トゥモローランドに向かいたいと思います。さっきのプーさんについていろいろ2人で話しながら歩いてます。まあいろんな意見がありますよね。めっちゃ古いよね。さてそんなことしつつトゥモローランドにやってきました。上の方にスタージェットっぽいのが見えてちょっと懐かしかったです。結構歩いてきたんですけどトロまでまだまだ遠い感じです。ね。ついに到着しましたトローンです。めちゃくちゃ速そうなんだけど大丈夫かなっていう感じでした。バイク型のライドに乗るんですけど私正直こういうの乗ったことないので若干ビビってました。でもトロンは日本にはないアトラクションなので絶対乗らなきゃと思って朝しっかり予約してきました。この時はバーチャル Q というものが採用されていて予約番号を伝えることでアトラクションに乗ることができました。14? 2人ともバーチャル Q が初めてなのでちょっとドキドキしてたんですけども簡単に入れちゃいました。トロン乗りますよ。乗ります。ちょっと怖い。ストーリーも見てない。バイク型ライドなので荷物が吹っ飛ばされないようにロッカーにしまってきました。ちなみにこのアトラクションはトロンの映画がモデルになってるんですけど作品ちらっとしか見てません。とりあえず人気アトラクションということで期待値高めで参戦してます。トロンめちゃくちゃ良かったです。爆走すぎてあっという間だったんですけど最高に楽しかったです。そんな余韻に浸りながら次はバズのアトラクションにやってきました。このアトラクションは東京ディズニーランドだと今年の10月31日でクローズしてしまうのでフロリダでしっかり楽しんでいきたいと思います。電池電池。あっという間に乗り場に到着しました。日本だとあんまり得意なアトラクションではないんですけどフロリダでは高得点目指して頑張りたいと思います。宇宙での任務を無事に終えてファンタジーランドに移動してきました。花火の音にびっくりして振り返ったらお城の前でショーをやってたみたいです。このショーは1日に何回かやってるみたいなので私たちも後で見に行きたいと思います。これイッツァスモールワールドなんですけどあの外観じゃなかったので近くに来るまで全然気づかなかったです。待ち時間結構短そうなので後で立ち寄りたいと思います。来てみたかったラプンツェルのエリアにやってきました。アトラクションが一つもないんですけどお手洗いとかベンチなどがある休憩スポットですっごい可愛いんですよ。ラプンツェルの塔はもちろんなんですけどランタンとか壁に絵も描いてあってまさにラプンツェルの世界そのものっていう感じでした。ラプンツェル好きな方絶対行ってほしいところです。ホーンテッドマンションに行ったらシステム調整でまたかよって感じだったんですけど今日ショップに1回も入ってなかったのでこのタイミングでグッズチェックしてみようと思います。外も暑かったので単純に涼んでいます。このナイキのキャップすごい可愛くて円安もあって迷って当時買わなかったんですけどやっぱ買えばよかったなって今更後悔しています。これあれだね。ウィッシュ。ミッキーとミニーちゃんのぬいぐるみもありました。こうやって積んであるとなんか可愛くて欲しくなっちゃいますよね。買わなかったんですけどこういう定番のものこそお土産にしたら喜んでもらえそうな気がします。買えばよかったな。ショップを出たら良さげなテラスがあったので少し休憩することにしました。
日陰でちょっと水分を取ってゆっくりしてたら、あれなんかが見えてますね。あ、これはすごい。これはフロリダの鳩ですかね。でっか。次は日本でもおなじみのリバティスクエアボートに乗ることにしました。こちらは日本と似てますが、規模が全然でかかったです。今回のアフレコは旦那さんも参加しております。急に男が出てきてびっくりした方ごめんなさい。では続きをどうぞ。可愛いファミリーに混ざってのんびり楽しんでます。みんなで乗れるのでファミリーもたくさんいました。結構この日暑かったんですけど、割と一回涼しかったです。この広い川とビッグサンダーマウンテンの感じが東京とちょっと似てるなーって思ったんですけど、実際乗ってるとアメリカならではの景色っていう感じでした。今日まだビッグサンダーマウンテン乗ってないので、後で必ず乗りに行きたいと思います。ここはマジックキングダムに来たら絶対行きたいなって思ってたビーアワゲストレストランです。美女と野獣に出てくる魔法のお城でランチができるなんて最高すぎます。待合室になってるエントランスもとっても素敵なんです。涼しい。東京ディズニーランドには美女と野獣のアトラクションはあるけど、レストランはなかったと思うので、またここで新しい体験ができるんじゃないかなとワクワクしてます。ちなみにこの時腹ペコでした。出入り口付近には見覚えのある絵もありましたよ。隣にタペストリーもあったんですけど、これはちょっと関係してるかは謎でした。時間になったのでやっと案内していただきました。ダンスホール早速入ったんですけども、すごい素敵で、案内してくださったキャストさんが美術品とかもろもろ説明してたと思うんですけど、ちょっと英語がわかんないので全くわかりませんでした。私たちの席は壁沿いのあそこですね。2人掛けのテーブルでした。食事はいかがですか？食事をしていたらなんと野獣が挨拶に回ってきました。一緒に写真を撮れるような感じではなかったので、私たちも遠くから手だけ振っています。ご飯がたくさんあります。メイン料理がやってきました。旦那さんはステーキを注文しています。私はポークにしたんですけど、もう量が多すぎて食べきれる気がしませんでした。ちなみにワンテーブルにフランスパン1本来るんですけど、やばいですよね。なんとここでサプライズ。テーブル担当のお兄さんからミッキーの形のデザートをいただきました。よかったねちなみに本物のコースのデザートはこちらです。もうこの時すでに2人ともお腹いっぱいでした。こんな感じなんだよね。隣は野獣の部屋になっていて、奥の方にはバラもありましたよ。私たちが食事をしたダンスホールなんですけど、窓の外は雪が降っていてとても綺麗でした。席自体は選べないんだけど、次は窓際の席もいいなとか思ってます。おお。ね。さらにお隣の部屋は中央にベルと野獣が回っているギャラリーのようなお部屋になっていました。私たちが来た時はまだ空席もあったんですけど、出る頃にはもうほぼ満席になっていました。やっぱり人気のレストランだったんですね。雰囲気も良くてお食事もすごく美味しかったです。お昼ご飯を終えてシンデレラ城の近くまでやってきました。
りを歩いてると東京ディズニーランドよりも動きやすい服装で来てる方が多いのかなって感じました。私も結構こういう楽ちんスタイル好きです。スタバにやってきました。店内可愛いですね。コーヒーも手に入れたことなのでショーを見に行きたいと思います。ショーが始まる10分15分ぐらい前に来たんですけど、前の方のエリアで売りました。多分本気で最前列行きたい人は30分くらい前に来れば余裕で確保できるんじゃないかな。This is Anna and Elsa. They're sisters. Oh, my.はい、すぐパレードです。ちなみに今朝購入していたファストパス的なものでパレードの席も取得済みです。
はい、思ったよりマジックキングダム盛りだくさんだったので一旦ここまでです。第2部は今回の続きから夜のショーまでとなっております。ご視聴いただきありがとうございました。